皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエ森地です。今回は僕が川崎区に住んでいた時の最寄り駅の一つだった南武線の小田坂駅をジオラマ化しましたので、それをご紹介してまいります。動画は走行動画、取材編、制作編、完成編と今回ちょっと趣向を変えてジオラマの撮影編もご紹介します。それぞれチャプターで分けましたので、概要欄から各項目をご覧ください。でも最初から最後まで通してお楽しみいただけましたら嬉しいです。それではここからは2025年2月8日に開催されました東京ジオラマ展でこの作品を展示した際に南部さんが制作されたひばりを走行させながら展示するという奇跡のスペシャルコラボレーションが実現しましたので、そのシーンを含めてご覧いただきます。音声解説なしでごゆっくりとお楽しみください。南部さんの SNS アカウントは概要欄をご参照ください。ここからはモデリング目線での現地調査をご紹介します。ホームや駅舎をスクラッチするにあたってどこを見たのかをご紹介してまいります。今回は神奈川県川崎市川崎区小田坂にある JR 南武線の小田坂駅を模型化します。相変わらずなかなかマイナーな駅を模型化するなと思われた方は鋭いです。南武支線の各駅僕も知ってはいたんですけど、実際に行ったことありませんでしたし、まさか自分が近くに住むなんて思いもよりませんでした。川崎区に住んでいた時は実は川崎駅が一番の最寄りだったんですけど、こちらの比叡大神社に週1以上に通っていましたので、その帰りとか小田の商店街の買い物帰りとか鶴見線方面へのウォーキングの時とかここを通っていましたし、横浜市や宮前区方面にウォーキングした時にも指定駅でタイミングがあったり、仕事帰りや休日の京急ウォッチングの帰りにタイミングがあった時に八丁畷から電車で小田坂まで帰ってたんで、この天川崎行きのホームをジオラマ化していきます。そもそもこの作品を制作し始めたきっかけが東京ジオラマ展になりまして、本当はその八丁畷駅のジオラマを展示するつもりだったんですけど、絶対完成しないしってことで新作を簡易的に作ることにしたんです。いつも歩いて見ていた小田坂駅はこんなイメージでした。撮影画像のほとんどを紛失しちゃったんで、吉天さん担当 Y さんにお願いして細かいところを撮影していただきました。吉天さんありがとうございます。駅舎の奥側からの画像です。特徴ある正面入り口のアーチ屋根からホームに上がる階段とバリアフリーのスロープが伸びていきます。そのスロープとホームの間には架線柱の柱が立っていて、ホームの屋根と壁面には空間が空いていました。機械箱のようなものも設置されています。またスロープの下、階段の脇の地上にも機械箱が設置されていました。これらの位置関係やアイテムをうまく模型化できたらいい雰囲気が出せるんじゃないかと思いました。ホームに続く階段の下には透過性のあるパネルが設置されています。そして壁面には運賃表があります。これらはどちらも模型化したいとこです。道路寄りには簡易改札機が設置されていて、フェンスは鍵括弧型に設置されています。ちょっとフェンスの形は手持ちの素材でアレンジしようかなって思います。この駅多分駅舎の屋根のアーチとホームに至る階段の線路側に設置されているこのパネル、この再現が鍵を握るんじゃないかと思ってまして、屋根をどうやって再現するかっていうのがめっちゃ悩みどころでした。ホームと屋根の間にある機械箱もチェックしておきます。これはちょっとアレンジしてプライタで箱を作って再現しておこうかななんて思ってました。ホーム上の掲示物や簡易ベンチもチェックしておきます。ホームとスロープの取り付けを確認します。ホームの屋根よりもスロープの部分の屋根が1段低くなってるみたいでした。ホーム床下はホームの延長部のように鉄骨になっています。ホーム既製品の加工で軽く済ませたいって思ってたんですけど、そういうわけにもいかなそうですね。南武線でよく見られるごっつい架線柱、ホームの端に鎮座してました。できれば既製品の加工で再現できないかななんて甘いことを考えてたんです。本当はこのすぐ後ろにある門型鉄塔も模型化したいんですけど、スペースの関係で今回は見送ります。個性強めの架線柱部分によく見る複線架線柱の部分を切って接続すれば再現できそうだななんて見ていました。以上をもとに工作を始めます。ベースは 450mm×150mm の板を使用します。ここに小田坂駅を再現していきます。まずはベースの工作です。スタイロフォームを切り出してジェストで下地処理をして固定をします。次
次にホームの工作です。まずはホームを作ってからジオラマのトータルバランスを考えることにしました。屋根を作ります。屋根はプラ板にエバグリーン製の平板を1枚1枚接着して作っています。裏側にはダイソーのテープ LED を設置して、それをカバーするライトケースを作って、ライトケースができたら光漏れがないかをチェックしました。屋根の枠や柱を作って出来上がったら塗装していきます。ホームの壁なんですけど、最初はコルゲートで作ったんですが、見た目ちょっと年季が入りすぎちゃってサイディングシートで作り直しました。床下の鉄骨はプラ板で作りました。次にホーム床を作ります。展示ブロックはプラ板で再現しています。ホームの床と基礎の鉄骨を塗装してホーム床部分を組みます。次に塗装した各パーツを組み合わせてホームを組み立てました。簡易ベンチなんですけど、工作の詳細別動画にしてありますので、ぜひリンクをご参照ください。次にホームと駅舎を結ぶスロープを作ります。スロープ本体はプラ板で作ってて、柱を差し込む穴はプラ棒とプラ板を組み合わせながら作りました。またスロープ面なんですけど、ヤスリを使ってザラザラ感が出るように作っています。柱と壁を作ります。柱は 1mm 角棒を、壁はプラ板とコルゲートを使用します。通路の屋根を作ります。屋根のアーチはホームセンターで見つけた木材を使いました。これどうやって再現するかでめっちゃ悩みまして、プラスチック製の花壇の柵買ってきたりとか試行錯誤を重ねたんですよ。そしてこのアーチの塗装もめっちゃ悩んじゃって、最終的には全てその場で思いつくまま工作しました。それ以外の部材も塗装します。それぞれの部材は塗装した後に汚し塗装してるんですけど、この時に各部材が劣化で少し白っぽくなっているのを意識して作業をしました。塗装したら照明を接着して組み立てていきます。一部工作が前後するんですけど、見やすいように編集をしています。続いて階段部分の工作をします。階段部分の工作はプラ板とサイディングシートを使用しています。手すりの高さは人形で確認しました。動画だとめっちゃあっさりの紹介になるんですけど、実はこの透過製のパネルの塗装は何度もやり直したり試行錯誤を重ねています。通路のアーチ部分を作ります。これは先ほどのスロープ部分と作り方は同じです。屋根の裏に照明を接着をしたら、階段部分に屋根を接着していきます。駅舎の一番の特徴でもあるアーチ状の屋根はプラ板で作ってます。看板などは最後に作ったんですけど、見やすいようにここでご紹介します。ちなみに駅の掲示物、駅名看板、駅名表示は吉天さん、担当 Y さんにデータを作っていただきまして、それを僕が印刷して設置しました。吉天さんありがとうございました。続いて線路周りを工作します。このジオラマは場所の関係でどうしても街並みが再現できないと思いまして、見ていて楽しめるような線路周りにできるように意識しました。駅の位置を決めてから線路工作を進めました。線路の位置と長さが決まったらメタルプライマーを拭いて、サーフェーサーを拭いて枕木を塗装します。マスキングテープをカットして線路に貼っていきます。線路の色は SNS でモデラーのシシドケイマさんから色味を教えていただいて、今回挑戦してみました。シシドさんの SNS アカウントは概要欄をご参照ください。シシドさんありがとうございました。線路の居抜く木はいつもの色で塗装しています。浜川崎行き線路とシティ行きの線路の間には少し小踏みを作って、そこに架線柱や特殊信号発光器、ケーブルトラフなどを再現していきます。周囲を調色してある造形テクスチャーペイントで塗っていきます。スタイロフォームの切れ目がありますので、そこは木工用ボンドで埋めて造形テクスチャーペイントを塗りました。特殊信号発光器の前後にはケーブルトラフを再現します。加藤製品の側溝を使用しますが、製品はあくまでも蓋なので一部を除いて壁と底とプラ板で作っています。線路の外側もケーブルトラフを再現しますので同時に工作をしました。ケーブルトラフの蓋はわざと割れた姿を再現してて、これは10年以上前なんですけど、モデラーの畑さんから教わったんです。概要欄に畑さんの作品の紹介動画のリンクを貼りましたので、ぜひぜひご覧ください。トラフ内の見えるところにはケーブルを再現しています。出来上がったケーブルトラフを接着していきます。ホームの下にもケーブルトラフを再現していまして、この部分は現地同様に地上に露出してて、川の部分みたいにかなり盛り上がっている姿を再現しました。線路脇がのっぺりしそうな感じでしたので、路肩を少し下げることにしたんですけど、ちょっと下げすぎたんで微調整します。
線路周りの小物も工作します。踏切は場所の関係で省略しますが、踏切障害物検知装置はたまたまグリーンマックス製品の余剰があったんで、それらを活用しました。こんな感じで線路周りの工作をしています。今回は街並みが少ない分、線路周りも見どころになると思ってるので、多摩川駅以来の工作なんですけど、線路にうねうねってケーブルが設置されている表現をしてみました。いやもうケーブル表現めっちゃ楽しかったです。パウダーを散布して筆で整えてボンド液で浸透させていきます。バラストを散布します。最近はモーリン製品のバラストを好んで使用しています。バラストの散布終わりましたら、ATS 地上紙からのケーブルや線路中央部のケーブルトラフからのケーブルを設置していきます。設置するときに色はげが起きますんで、そこはタッチアップしました。架線柱を設置します。詳細は別動画をご参照ください。小田坂駅と川崎新町駅の間には昔天日川っていう川があって、現在でも浜川崎駅のそばで快挙として見ることができます。その天日川が暗渠化されて小田坂駅の地下に埋設されていたらとか、そして大雨の時だけ水流になるようなそんな川だったらなんて考えながら工作を進めました。線路を固定してから暗渠の再現を思いついたので、上流側と下流側が貫通してないっていうのがちょっと心残りです。駅舎側が下流側になりまして、U字工をイメージした暗渠を再現します。線路側が上流になりまして、こちらは現場打ちのコンクリート暗渠を再現します。この辺りの暗渠の構造や施工の断面構造などは専門職の BP 鉄さんにいろいろ教えていただきました。 BP さんは伊予鉄の大手町モジュールとかリアルな情景を再現されていらっしゃいます。概要欄に BP さんの SNS アカウントのリンクを貼りましたので、ぜひぜひ皆様ご参照ください。加藤製の水底カラーと情景テクスチャーペイントを使用して川底の表現をします。下流は前回の水が引いたばかりとか勝手に想像しながら下流側だけ光沢を吹いてます。こういうのもうニヤニヤなんですよ。完成したら見えなくなるんですけどね。今回は工作途中の思いつきで暗渠の再現を思い立ったんで、実際の工事のように掘削して暗渠を埋設することになったんですよ。もう一人でめっちゃテンション上がってました。上流側も暗渠を埋め込むんですけど、この地面を再びかぶせる楽しみってもう皆様お分かりいただけますでしょうか。小田坂駅の周辺の地層は地下7メートル程度まで砂の層になっています。そこで表土は情景テクスチャーペイントで再現することにしました。乾燥したら暗渠の位置を目安にして、それよりも下を砂表現します。さーて、いよいよ工作もクライマックスを迎えました。ホームをジオラマに固定していきます。めっちゃ緊張しました。ホーム、通路はずれたりしないように爪楊枝で押さえています。この後住宅2軒を製作して細かい調整をすれば完成となりますので、この先は完成編をお楽しみくださいって思ったんですけど、この画像をご覧ください。2025年2月8日に開催された東京ジオラマ展での小田坂駅になります。先ほどお話ししましたように左の奥に2軒の家を建てて、それで完成させるつもりだったんですけど、このスカスカ感やばくないですか？というわけで、ホームの後ろは本当は町工場と公園なんですけど、無理やり街並みを再現することにします。とはいえ本当に無理やりなんで、家の厚みは多分10ミリない程度と思うんですね。でも建物があるのとないのでは少し違うんじゃないかって思うんですよね。この河川柱もスカスカですし何より線路の向こうが何もないってちょっとあれですよねっていうわけで、拡張ジオラマを新規に制作して川崎区のいつも見てきた光景を再現しようと思います。こちらは後日別動画でご紹介しますので、よろしければそちらもお楽しみください。各建物はプラ板で自作しました。24時間換気システムの設置が義務付けられた2003年を目安に建物を作り分けてて、昭和から令和にかけての建物を再現したんですけど、最近の建物をデザインするのがめっちゃ楽しかったです。以上でジオラマ完成です。完成したジオラマの全体像をご覧ください。ホームの裏手は場所がないので、当初は何にも再現しないか公園の樹木を簡易的に置く程度をイメージしてたんですけど、街並みを無理やり再現してみました。ですね、一番左の家が飛び出てるじゃんってツッコミいただきそうなんですけど、この家に関しては拡張ジオラマの動画でご案内いたします。特徴ある河川柱はジオラマの川崎新町側の端に設置して、2箇所ある特殊信号発光器の川崎新町側のものは背が高く、駅舎側のものは少し背が低くなっている、そんな姿を再現しました。先ほどお話ししました河川柱やこの特殊信号発光器の製作については別動画にしてありますので、よろしければご参照ください。ここ
からはこのジオラマ制作で個人的に一番盛り上がった暗渠についてご紹介します。小田坂駅と川崎新町駅の間にはかつて天日川という川が流れていました。二課陵用水の町田堀を水源とする上流は画面左上になります。画面の下の浜川崎側にあるポンプ場から先が廃墟として残ってて、産業道路から見ることができるんですけど、このエリア小田地区や渡田地区では探索しても暗渠の気配がないので、個人的には埋め戻されたと推測してます。動画化にあたり川崎市下水道局の台帳を調べたんですが、渡田4丁目付近の川跡から流路が一部異なるんですけど、下水道の合流幹線がポンプ場まで続いてますので、一部が下水道化されたのかもしれません。唯一渡田4丁目のこの部分の川跡が広い道幅の道路になっていて、かつての水流を忍ぶことができます。ちなみに余談なんですけど、鉄オタ視点ですと天日川跡と市電通りが交差するここにマクドナルドがありまして、僕もしょっちゅうここ歩いてたんですけど、ここに川崎市電の車庫がありました。そんな天日川が暗渠化されて小田坂駅の下に埋設されたらなんてニヤニヤジオラマを作ってました。暗渠はこのように流れているという設定です。画面の左上が上流になって駅舎が下流になります。この暗渠は雨の時以外は水がないっていう設定で、上流側と下流で暗渠の形態も変えました。駅舎の床の色が違うところは暗渠の部分になってまして、実際に地下に暗渠を作ってます。この暗渠は U 字工の上に蓋をして、その上にコンクリートを塗っているという姿を再現しました。小田坂駅周辺の地盤は川崎市の資料によりますと、だいたい地下7メートルくらいまで砂の層でしたので、補強のために暗渠の下には基礎コンクリートを再現しました。そして表土の下の砂の層はバラストで再現しています。暗渠の上にはこのように点検用のマンホールを設置しました。そして下流側は前回の雨の時の水流が完全に乾いてないウェットな状態を再現したんですけど、めっちゃ楽しかったです。ダイソーで耳かきカメラを購入しました。これを使ってこの暗渠の中を撮影してみます。東京ジオラマ展でチャンネルの視聴者さんのたけしさんに教えていただいたアイテムです。たけしさんありがとうございました。パソコンに接続すればすぐに撮影できますので、すっごく簡単です。実際の撮影模様をご覧ください。潜れるところまで潜ってみます。カメラの上下間違えちゃったみたいでぐねぐね回してますが、皆様はこんなぐねぐね回さないようにお気をつけください。では実際の撮影画像をご覧ください。駅の地下に潜ります。川底がウェットに仕上がっているのがお分かりいただけますでしょうか。進めるだけ奥に進んでいきます。奥で暗渠が曲がってるのお分かりいただけますか。この辺までが限界みたいですね。一方で暗渠の上流側は川底が乾燥した姿を再現しています。これ実は本物の赤土を使って再現してます。暗渠内の沈殿物は綺麗なんだっていうことを BP 鉄さんから教えていただいてたので、それをヒントに制作しました。そして地上のフェンスの線路側には何か暗渠を暗示させるオブジェを置きたくって、このようにガードパイプを設置してみました。ちなみにフェンスは穴が開いてくたびれている姿を勝手に作ってます。こちら側の暗渠は制作編でもお話ししました通り、ガードパイプの下までしかないので今回は潜ることはできませんが、拡張ジオラマではまた暗渠に潜りますので、これから撮影するのがすごく楽しみです。小田坂駅は無人駅なので、ここ駅舎というかは分かんないんですけど、浜川崎方面のホームの出入り口はこの1箇所になります。普段は閑静な駅ですが、模型では下車客で賑わう電車が発車した直後を再現しました。駅舎の前には賑やかしのためにはためく防犯のぼりを再現しています。制作動画は概要欄をご参照ください。こちらには下車客が階段を降りてくる流れを再現して、簡易改札機にスイカをタッチする人とタッチのために並んでいる姿を再現しています。スロープからの通路との間の階段の外壁には現地と同様に吉天さんにデザインしていただいた運賃表を設置してて、浜川崎方面の案内をその脇にアレンジして設置しました。そしてスロープからの通路の先には、現地では駅舎の左手にある一方通行の道路標識を駅舎の右手に設置しています。ちなみにこの一方通行のデータも吉天さんにデザインしていただきました。ありがとうございます。僕が下車した時はいつも階段の人の流れよりもスロープからの人の流れの方が少し少ない印象が多かったんですね。なのでそれを再現してまして、人々の感覚も意識して開けています。
駅の脇の町工場の建物の壁には電気メーターと配線の一部を再現しました。駐車場には従業員さんの通勤の自転車を想像しながら設置しています。駅舎とホームに続く階段の線路側には透過製の青緑のパネルが設置されていますので、模型でもそれを再現しています。自作したホームは屋根の下の部分の鉄骨のこれなんて言うんでしょうか、リブプレートで合ってるんでしょうか、名称はよく分かりませんが、これを細く切り出したプラ板で再現しました。ホームの駅名看板も吉店さんにデザインしていただいてまして、やっぱりデザイナーさんにお願いするのが間違いない仕上がりになってくれます。ホーム上の簡易ベンチはアレンジして自作しています。でも僕がウォーキングで踏切渡る時にこのベンチに人が寄りかかってるのとか見たことないんですよね。多分時間帯の関係とかもあるのかもしれないんですけど、階段へ向かう人の流れは階段が近いほど密に再現してて、ホームの真ん中に向かうほど人と人の間隔を空けました。この駅は東海道貨物線の一部でもありますので、貨物列車の通過を多く見かけました。このジオラマは当初はコンパクトなサイズで完成する予定だったのと、部屋に飾る時には本体だけをカバーに入れて飾りますので、線路周りもニヤニヤできるように作りました。ケーブルトラフはわざと所々蓋を外して中のケーブルが見えるようにしています。そして所々蓋が欠けて破損している姿をアレンジして再現しました。踏切障害物検知装置からケーブルトラフまでの配線も再現してて、ここからは線路と線路の間のケーブルトラフまでのケーブルをこのように線路上に表現しました。そして数箇所の蓋を外して中のケーブルが見えるようにしています。ホーム脇の2箇所にある特殊信号発光器のうち、川崎新町側のものが少し背が高いのでアレンジしながらこのように再現しました。浜川崎側の特殊信号発光器は少し背が低いので、その違いを再現しています。その足元にはアレンジして蓋を作っていて、手掛けは立体的に再現しています。この手掛け、三船スタジオの三船さんに教えていただいたんです。ご存知の方も多いとは思いますが、念のために概要欄にリンクを貼りましたのでご参照ください。三船さんありがとうございました。そうそう、線路の接続なんですけど、可動性の線路とトミックス製の線路のどっちも接続できるように作りました。またケーブルトラフの断面からはケーブルがニョキッと出てるのがお分かりいただけますでしょうか。駅舎の前の道路は少しアレンジしてまして、本来駅と道路はフラットになってるんですけど、縁石作りたくって縁石再現してます。これも完全に作りたかったからなんですけど、傾斜する縁石を再現してます。こういうアレンジめっちゃ楽しいんです。そしてここは境界杭を設置しました。縁石や境界杭の工作動画は概要欄をご参照ください。このジオラマの影の主役が河川柱です。小田栄駅を手掛けるときに、この河川柱の再現の精度がジオラマの出来を左右するんだろうななんて思ってました。それだけにかなりの情熱を注いで自作しています。でも浜川崎方面の線路のものは制作編や別動画でご案内しました通り、ワールド工芸製品を加工しています。この河川柱めっちゃかっこいいんです。こうして電車の後ろに軽く映るだけでも存在感を発揮してくれていて、どこかでメーカーさん引き継いでいただければなんて思っちゃってます。あくまでも僕の記憶なんですけど、駅前の踏切から川崎新町方面を見るとこんな印象でした。自作したこちらの河川柱には自動聴力調整装置がついていましたので、模型でもアレンジしながら再現しました。架線はピアノ線で再現してて、ピアノ線は無塗装で仕上げてます。無塗装でもそれなりの雰囲気が出てくれるので、最近は好んでこのピアノ線を使用してます。ただほっこりの吸着が多いんで、もしかしたらプライマー吹いてトップコートを吹いた方がいいのかもなんですけど、どうせカバーするしってことで無塗装です。架線と河川柱の上の電線は太さを変えてて再現してます。電線が 0.3mm のピアノ線で、架線が 0.2mm だったはずです。駅舎側にある河川柱は加藤製品にトミックス製品を切り継いで作りました。動画が長くなりそうだったんで制作方法のご紹介は省略したんですけど、ちょっといつになるかは分かんないんですが、後日制作状況を別動画でお届けする予定です。実はこの河川柱ですが、動画の撮影とかしてる時に突然の強風に煽られた車両ケースがガーンって衝突しちゃって真っ二つに折れちゃったんですけど、以前に福島交通のジオラマを作った時に屋外で撮影した時、太陽光線で道路を熱で波打っちゃいまして、修復ができなくなった上に照明の電線が断線しちゃうっていう結構強めの経験しましたので、今回は動じることなく補修できました。人間がだいぶ成長しました。補修跡もそんなに目立たないんで良かったです。
ジオラマ内に設置した2つの河川地をご紹介しました。ここからは各建物をご紹介します。建物は全てプライターからのスクラッチで、住宅の24時間換気システムの設置が義務付けられた2003年を目安に建物の新旧が分かるように作りました。換気システムがないこれらの建物は2003年以前の建築で、建物には換気システムがない状態です。一方でこちらの建物は2003年以降の建物で、各部屋には換気システムを再現しました。こちらの建物は実際に駅の脇にある町工場の建物をイメージして制作しました。見た目を楽しくしたかったんで、窓の外にウッドシートを使って土台を再現して、その上にエアコンの室外機を設置してます。この建物は Google マップの駅周辺のストリートビューを見ながら駐車場の脇にあった建物なんですけど、川崎区のウォーキングで見てきた1階が仕事場になっているような店舗とかの事務所とかですね、そういう2世帯以上の住居を思い出しながら制作しました。3階は子世帯が住んでいて、ベランダには観葉植物とエアコン室外機を設置して掛け布団を干している状態を再現して、布団はさみも再現しました。そして2階のベランダには布団を干すお母さんを再現しています。ジオラマに動きを持たせたくって、まさに布団をバーンって干すその瞬間を模型化した感じです。今回ちょっと長尺になりすぎるので制作状況を省略しましたが、いつになるかわかんないんですけど、後日別動画でこの布団の制作状況をお届けする予定です。ホームの裏側は本来は公園なんですけど、やっぱり少しでも川崎区らしさを再現したくって、ウォーキングで見てきた建物を参考にしながら建物を作りました。この3軒は近年建てられたという設定で、窓には警備会社の加入シールを再現し、左右の2軒には壁に警報器を設置してます。中でもこちらの2軒は数年前に建てられたっていう設定で、近年見られる外観やデザインを模型化しました。右の家ではベランダに洗濯物を再現しています。右側の家には簡易的に庭を再現しているので、自作の樹木を設置しました。ベランダの物干しゾーンを支えている物干し金具はプライターで自作しました。最後にこちらのお宅は、実は当初はゴミ屋敷にしようと思ってたんです。テレビアンテナは東京タワーに向けてて、2階の窓は採光のために大きなサイズのものが設置されてて、で僕の実家そうなんですよ。めっちゃ昭和な家になりまして、ゴミ屋敷にするのがもったいなくなっちゃって、当チャンネルのウェブデザイン担当の吉天さんから、そういえば敷島もこの駅を走ってたはずと教わったので調べたら、2017年に試運転でこの区間を自走したようです。となればそのまんま敷島を展示して撮影してもまんざらでもなさそうです。撮影は何日かに分けてて、空模様の違いを皆様にお楽しみいただけるようにしました。このジオラマは敷島の車両だと3両で精一杯ですので、今回は3両で撮影しています。後日別動画で拡張ジオラマをご紹介しますので、その際にはフル編成での走行をお楽しみいただく予定です。それではここからは夜景をご紹介します。夜景は昼間とはまた違った表情を見せてくれます。僕がウォーキングの帰りに温泉に寄って帰った時とかは夜だったんで、まさにこんな感じでした。浜川崎に向かって電車が発車したホームでは家路に着く人々を再現してて、スロープ側は少し人が少なめで、階段側は多くの人々で賑わう姿を再現しています。ワンマウンテン用のミラーが夜景だと引き立ってくれますね。同様に透過性のあるパネルも夜景だとより引き立ってくれます。ホームの照明が河川地を照らします。ホームの中央付近ってわざと人形を置いてなくってスカッとさせたんですけど、夜景だとこれ効果的です。各家庭では窓から見えるドラムを再現してまして、左のお家では親子で勉強する姿をシルエットで見えるようにしました。右の上の3階の部屋では読書をする人、3階は電球色、2階は蛍光灯を再現しました。それではこの2つのお家、電気がつくシーンをお楽しみいただきます。左の家は家具がシルエットで映るようにして、右の家は布団が干してあるので、それが目立たないように照明を少なくしました。本当は左側の部屋の電気をつけて布団が光らないようにしたかったんですけど、隣の建物の光ってる場所とのバランスを考えてこうしました。町工場は2階が光るようにしています。すりガラスを再現したので室内は透けないようになっています。昭和の建物、たまたま照明のコードが接触不良で奇跡的に蛍光灯がつくような動画が撮影できました。駅では帰宅に着く人々を照明が引き立ててくれます。こ
こまで夜景をお楽しみいただきました。昼間とはまた違った姿をお楽しみいただけたと思います。おまけで夕方に撮影した画像をご紹介します。影が長くなりますのでまた違った雰囲気になってくれました。夕景も楽しいですね。ただまだ夕景は不慣れなんでちょっと場数を踏んでみます。今回はちょっといつもと趣向を変えまして、動画撮影や作品制作の裏話をご紹介します。って言っても大した話じゃないんですけどね。この小田坂駅のジオラマの東京ジオラマ展での展示状況をもう一度ご覧ください。制作してる時には結構場所取るなとか思ってたんですけど、実際に会場で展示してみるとあんまりにスカスカなので自分でもびっくりしちゃって、拡張ジオラマとホーム裏側に何軒かの住宅を追加工作することにしたんです。これですね、東京ジオラマ展でご出展されていた竹蔵さんの三軒茶屋駅のジオラマの背景画像を拝見したり、おでこさんが制作された岩手県盛岡市の海運橋のジオラマに背景が設置されているのを拝見して、背景の重要性を学びまして、小田坂でも背景をつけようって考えたのがきっかけなんです。どうせだったら背景をジオラマにしちゃおうかなっていう発想なんですね。ホームの裏に建物を設置した後に同じような画角で撮影してみます。建物があった方がやっぱりいいみたいです。少し画角は変わるんですけど、屋外で撮影してみました。駅舎の脇に何もないのでスカスカ感が拭えないのと、奥の河川中あたりがちょっとスカスカですよね。というわけでトミックス製のマンションと、イベントの片付けの時に他のジオラマをもうジオラマの上に落としちゃって壊しちゃったゴミ屋敷のジオラマを背景に使って撮影してみます。でもこのゴミ屋敷くん意外と大活躍してくれるんです。ゴミ屋敷ジオラマの建物が偶然にも小田坂駅のジオラマの町工場の建物の色味に近くって違和感なく馴染んでくれました。また奥にマンションを置いたことでいい感じで奥行きも出てくれました。皆様のジオラマ撮影の時に何かのご参考になればとこのお話ご紹介しました。ですね、実はこのアングルでかっこいい画像を撮影したくって、似たような画像を700枚以上も撮影してるなんていう裏話もあったりします。この小田坂駅と完成した拡張ジオラマは2025年6月21日、22日に東京有明のスモールワールズにて開催されます東京ジオラマ展ミニで展示させていただくことになりました。その他のジオラマも持ってまいります。実際に皆様にお会いできることを楽しみにしております。拡張ジオラマも完成しましたので、現在撮影を進めている状況です。動画は夏頃の公開を予定しておりますので、公開の際ご覧いただけましたら幸いです。この画像は制作をしている拡張ジオラマの動画の制作編の一部の画像になります。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエ森次がオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。